はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は PS5 の画質設定でおすすめの方法を3つ解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは PS5 の画質を上げる設定方法について解説していきますが、解像度の設定、HDR の設定、120Hz の設定という3つの設定が特に重要な設定になっています。これから順番に詳しく解説していくので、最後まで確認していってください。まず最初に解像度の設定からやっていきますが、 PS5 を起動したらホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にスクリーンとビデオを選択します。次に映像出力の項目の中にある解像度を選択して、使用しているモニターやテレビの解像度に合わせて解像度を設定してください。もしも 4K 映像を映せるモニターやテレビを使用しているのに 1080p になっていたりすると画質が悪くなっているので 2160p に設定を変更するようにしましょう。ちなみに 2160p の設定は 4K 映像を映せるモニターやテレビを使用するか、 4K 映像を入力することができる WQHD のモニターやテレビを使用していないと設定することができません。また初期設定では自動になっていたかと思いますが、自動設定がうまく機能していた場合、解像度を変更したとしても画質が変化しない場合があるので覚えておいてください。ちなみに PS5 用におすすめなモニターの選び方やおすすめ商品を解説した動画を投稿しているので、新しく PS5 用に購入したいと考えている人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。あとキャプチャーボードを使用して PS5 の映像を PC で録画や配信をしたい人もいると思いますが、キャプチャーボードの最大入出力解像度という性能が 4K 以上の性能がないと、モニターやテレビが 4K に対応していたとしても PS5 側で 2160p の設定を行うことができないので注意してください。ちなみに PS5 用におすすめなキャプチャーボードのランキング動画を投稿しているので、興味がある人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に HDR の設定を行っていきます。設定方法としては先ほどの解像度設定の下の方に HDR という項目があります。これに合わせると詳しい説明が表示されるので、内容を確認できたら選択し、常にオンもしくは対応時のみオンのどちらか好きな方を選択してください。次に HDR の細かい設定を行いたいので、その下にある HDR 調整を選択します。するとこのような画面が表示されるので、方向キー上下で明るさを調整し、マークがわずかに見える状態にしたら次へを選択してください。次に2回目の HDR 調整画面が表示されるので、同じように方向キー上下で明るさを調整し、マークがわずかに見える状態にしたら次へを選択します。次に3回目の HDR 調整画面が表示されるので、同じように方向キー上下で明るさを調整し、マークがわずかに見える状態にしたら次へを選択してください。すると HDR 調整が終わって先ほどの画面に戻ってくるので、実際にゲームを起動して確認してみましょう。ちなみに HDR の設定を行うことで通常よりもコントラストが向上するので、細かいところまで明らかにすることができたり、より彩度の高い色を表示させることができるので、裸眼で見た時と同じような映像を見ることができるようになります。ただ HDR に対応したモニターやテレビを使用していないとこの設定を行うことができないので注意してください。またゲームタイトルやゲーム画面内の状況にもよりますが、 HDR をオンにすることで通常よりも画面が暗くなってしまうというデメリットがあります。もしもゲームをプレイするときに見にくいと思ったら HDR をオフに変更するようにしてください。次にゲームによっては 120Hz で映像を映すことができるので、 120Hz の設定方法を解説していきたいと思います。ちなみに 120Hz とはどういう意味なのかよくわからない人もいるかもしれませんが、ここで言う 120Hz というのは1秒間に120枚の画像をモニターやテレビに表示させることができるという設定になります。通常ならば 60Hz で映像を映すようになっているのですが、これから行う設定をしておくと 120Hz で映像を映し出すことができるので、 60Hz の時と比べると映像がより一層ヌルヌルと動くようになります。
ただ注意点として 120Hz に対応したゲームでないと意味がありませんし、使用しているモニターやテレビが HDMI 接続で 120Hz を出すことができる性能がないと 120Hz でプレイすることができないので注意しましょう。それでは設定方法を解説していきますが、先ほどの HDR 設定から下に行くと 120Hz 出力を有効にするという項目があるので、ここが自動になっていることを確認してください。次に一つ前の画面に戻ってセーブデータとゲーム、アプリ設定を選択してください。次にゲームプリセットの項目の中にあるパフォーマンス優先と画質優先を選択し、パフォーマンス優先を選択しましょう。これで PS5 側の設定は OK なので、次はゲーム側でも設定を行いますが、今回はフォートナイトというゲームを例に設定していきます。フォートナイトを起動することができたら、コントローラーにある横3本線のオプションボタンを押すと、画面左側にオプションメニューが表示されるので、歯車マークのメニュー内にある設定を選択してください。設定画面が表示されたら、モニターマークの映像の設定項目であることを確認して、この中にある 120fps モードをオンにしてください。もしもこの設定項目が表示されていない場合は、フォートナイトを一度再起動すると表示されるので確認してみてください。再起動しても表示されないのであれば、これまで解説してきた PS5 内の設定が間違っている可能性があるので再確認してみましょう。あと本当に 120fps が出ているのか確認するために、一番下にある FPS の表示をオンにしておくのがおすすめです。ここまで設定できたら三角ボタンを押して設定を適用させましょう。実際にロビー画面に戻ると、画面左下に FPS の数値が表示されていますが、60fps と表示されています。ただ実際にプレイを開始すると画面右上に表示が移動しますが、わずかなばらつきはあるものの比較的に安定して 120fps を出せているので確認してみてください。他の 120Hz を出せるゲームをプレイする場合も同じようにゲーム内に設定があるかもしれないので、しっかりと設定を確認するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Geartix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。